世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。3日後にですね、講談社の監査がまたあるんですけど、というか監査っていうとね、少し仰々しすぎるんですが、いわゆるあれですね、いつもやってる定期的なテストプレイ会が3日後にありますと。というわけで今週は、そのテストプレイ会でね、ここまで見てもらいたいなっていう目標をいくつか決めてたので、それらを達成できるように、本当今週はね、いろんな作業をやってました。マップ作成しかり、敵キャラしかり、それから今回は UI 関連もね、ちょっと変更、調整がありました。例えばこちらのターゲットロックオンマーカーですね。これ以前まではロックオンマーカーが何もなかったんですよね。いくら開発中とはいえ、これはちょっとプレイしにくすぎるなということで、講談社側からもね、ちょっと要望があったので、予定を早めてね、今週作成に取り掛かりました。合わせて弓のレティクルですね、構えている時の、どこに飛んでいくかっていう大体予測できるようなレティクルも同じような UI で追加しました。基本はね、ロックオンして撃つことが多いと思うんですが、ノーロックで撃つ場合は、このレティクルを頼りに射撃していくというような形になってます。それからアイテムの見た目なんかもね、変わりましたね。道中に落ちてるようなアイテムの話ですね。以前まではマップの至るところにね、こんな赤色のキューブ状の物体が配置されてたことをちょっと覚えてらっしゃる視聴者さんもいるかもしれないんですが、あれ実はアイテムだったんですよね。開発中なのはいいことにね、バリバリ仮状態の見た目でね、どんどん進めてたんですけど、そちらの見た目もね、ちゃんとしたものに変更しました。この落ちてるアイテムはね、ID を設定する欄があって、そこに設定された ID を読み取って、特定のアイテムがね、取得できるようになっているというような仕組みになっております。とはいえ、アイテムといってもね、今のところ強化系アイテムか、あと鍵ですね。特定の扉を開くための鍵ぐらいしかまだ作ってないので、正直現状はね、強化系アイテムだけをたくさん置いてるという状態になります。ただ、どっちかというとね、今回のテストプレイで見てもらいたいのは、その落ちてるアイテムの中身ではなくて、どこにそのアイテムが落ちてるかっていうところなんですよね。いわゆる偽アイテムというやつです。ステージ上のね、一見行けなさそうな場所、なんか高台の上とかに光るアイテムが落ちていて、であそこにアイテムあるってことはどうにかしてあそこに行けるんだろうなと、そんな想像力をプレイヤーに与えてくれるような配置のことを一応偽アイテムっていう風に呼んでるんですけど、なので落ちてるアイテムの見た目がね、結構重要になってくるんですよね。遠くから見た時にちゃんと目を引くような見た目になっているかどうかとかですね。そういったところも含めてこのアイテムの外観、これエフェクトで表現してるんですけどね、を作成しましたと。一応うちのゲームではね、この偽配置のアイテムめちゃくちゃたくさん用意してるんで、落ちてるアイテム見かけたらぜひ頭をひねってね、どうやって取りに行くのかっていうことをちょっと考えてみてください。ちゃんとレアアイテムとかも今後作成して追加していくので、その辺はお楽しみに。あと UI 系で気になるところといえば、やっぱりこの HP ゲージと MP スタミナゲージだと思うんですけど、これもね、大昔の動画で変更する予定ですっていうのはお伝えしてたと思うんですが、ついにね、近日中に多分メスを入れることになると思うので、これもね、結構ガラッと変えると思うので、そちらの方も続報をお待ちください。続いてマップ関連のお話をすると、例えばこのエリアとかもおそらく初出しの映像ですよね。こちらはチュートリアルステージのボスエリアになっております。おそらくね、ここで初めて死ぬことになるプレイヤーの方多いんじゃないかななんて思ってます。というよりはあれかな、ここに来るまでに死ぬことの方が多いか、さすがに。というのもね、チュートリアルエリア結構がっつりね、長めに作ってて、もうこれそのものが一面みたいな感じになってるんで、道中でさすがに1、2回は死ぬかな。ということで、このチュートリアルボスエリアではおそらくね、3、4回目の死亡を体験できることかなと思います。肝心のボス敵の方がね、まだちょっと出来上がってないので、現状雑魚敵を複数体配置してちょっと戦闘の映像を撮ってるんですが、比較的フラットな戦いやすいエリアになってるかなと思います。地形でのね、小細工とかは特にするつもりはないです。一応この入り口右手側の崖だけちょっと落下し注意という感じですね。中央で戦っていれば問題ないかと思います。で、そんなボスエリアを越えてゲートをくぐっていくと、ここでバーンとビューポイントですね。韓流の貼り付けが壮大にそびえ立っておりますと。ここを本当は不透明な先の見えない門にしておきたいんですよね。その方がビューポイントより映えると思うんで。っていうかこのシチュエーションのためだけにそのギミック新しく作ってもお釣りが来るぐらいですね。先の見えない大きな門ギミック作りたいと思います。ここがいわゆる面と面の間の接続通路的なところ、チュートリアルステージと一面をつなぐ通路的な役割を果たしているんですが、個人的にね、こういう接続通路っぽいところって大好きなんですよね。面と面をつなぐどっちの面にも属してない廊下というかね、接続通路的な扱いの場所。これ分かってくれる人いますかね？接続通路フェチ。ゲームによってはね、一面と二面で大きくガラッとステ
ージの見た目とか変わったりするんで、この接続通路を通ってる間にね、徐々に地形とか景色が変わっていくんですよ。その変わりようというかね、グラデーション具合をちゃんと地で歩きながら感じ取ることができるっていう。あとなんか比較的あんまり敵がいなかったりとかして、ちょっと物静かで若干寂しいような感じ。一人で旅をしてる切なさみたいな。なおさらそんな感情でね、この景色を眺めるもんだから、よりすごいね、雄大な自然に圧倒されるみたいな。いつもより景色が綺麗に見えるんですよね、この接続通路にいるとき。まあこの気持ちがね、どれだけ視聴者さんに伝わってるかはちょっとわからないんですが、そんな接続通路フェチということもありまして、実はね、この先、開発用のね、メッセージでこんな風に書いてます。今回のテストプレイでは、この崖から飛び降りて一面に行ってくださいと。そうなんです。ここまだ工事途中なんですね。実は初期構想ではね、ここ大きなエレベーターを置いて、もう直通でね、地面スタート地点まで直下降できるように、そんな単純な作りで考えてたんですけど、まあやはりね、接続通路ということもあって、なんかエレベーターで全部降りてもらうのもったいないなって思っちゃったんですよね。ちゃんと崖道みたいな、通路を追加して、まあそこをゆっくり歩きながらね、まあ多少敵とかも起きながら、チュートリアルステージの山頂から一面のね、スタート地点まで下っていくところを、景色のグラデーションをしっかり楽しんでもらおうかなということで、接続通路をね、作りたいと思ってます。ただこれはあくまでね、僕が個人的にやりたいことなので、スケジュールがね、余裕がない場合はもうエレベーターでね、直通させようと思ってます。あくまでスケジュールに余裕があった場合に着手したいなっていう、そんな接続通路ということになってます。まあこの辺もね、進捗もしあったら動画で伝えると思うんで、その辺はお待ちください。というわけで今週はこの辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。